せっかく楽しく飲むのにさ、そこでみたいな。そう。ストップ。始まった。始まってるの？あ、そっか、配信が遅いね。始まりました。始まりましたって、もうこれ流れてるってこと？流れてます。これちょっと待って、もうこれが今流れてる？こんばんは。こんばんは。10月18日、キャッチライフ静岡始まりました。どうもご無沙汰してます。ジョニー松本でございます。そしてコメンテーターの塩瀬です。いきなり滑りましたね。びっくりしました今。あれ、この数日寒いのこのせいか？そう。本当に。でも最近本当めっきり寒くなったですよね。一気にね。一気になったんですね。やっぱおじいちゃんには辛い。ね。そうだから今までこう短パンと T シャツで寝ててもよかったんですけど、もうそれじゃダメで、上にかけるものがすごい悩ましい時期じゃありません？こうかけてるんだけど、こうなんか寝てる間にそれを吐いちゃって寒くて起きちゃうみたいなあると、これだからいつの日か風邪ひいちゃうこのなんか良くないルーチンな感じっていうんですか？なんか俺2日前にやっとクーラー止めたからね。どうしたんですか？なんか体温調節間違えちゃったんですか？だからもう僕冬用のこうトレーナーとスウェットを着て、モコモコのを着て寝て、布団はかけないって。だから寝てる間に服は脱がないじゃないですか。でもそうだからでもたまにあるよね。あれどうして俺ってどんな夢見たらそうなるんですか？本当ね。ラグビー頑張りましょう。日曜日ね。頑張りましょう。日曜日いよいよラグビーの決勝リーグ、ベスト16、ベスト16、ベスト8をかけた。違うわ。決勝トーナメントでしょ。そうだな、それ。いうのが始まりますからね。かなり盛り上がってますしね。ギューってね、応援もね。そう。なんか力入っちゃう。こう男と男同士がこうグンってなってるから、そうなんかってこうなる。そうで、大体カメラ美人を捉える。あれやっぱりカメラマンって探してるんですか？やっぱ探してるね。探してる。なるほどね。で今日ラグビーの話でしょ。ラグビーの話。ラグビーやったことあります？ラグビーないのよ。ラグビーないですか？なるほど。僕もないんですよ。僕もね、ずっと剣道なんで。剣道とラグビー結構似てるからね。似てますね。似てる。そう、なんか思いをつなげるっていうのはね。そう。あれ、つなげるから。そう、団体戦をつないでますから。なるほどね。とかやっぱりこう師範とか先輩から教わったことをこう技として出すっていうのが。先鋒があまりに強すぎちゃって大将まで来ないみたいな。そう、勝ち抜きのあれってなかなかないんですけど、先鋒は先鋒、時報は時報、中堅は中堅なんです。勝ち抜きってあんまりないんですよね。俺全部勝ち抜けだと思った。そういう試合もあるんですけど、なかなか珍しいですけどね。じゃなかったっけ？すげえ時間数やることになっちゃうから。そういうことね。先鋒が4回勝って負けて、次時報がこうやってすごい時間かかっちゃう。そういうことか。一応5試合なんね。5試合ですね。で、そんな話をしたわけじゃないんですよ。思い出したね。思い出しました。ね。まっちゃん予告でもありました。じゃあ思い出した。そう。何？今年一番の話題といえば。なんでぼやっとしたこと急に。もうこれみんなあれねだよみんな。これ分かんなかったら日本人じゃない。でも今年一番の出来事って言ったら平成から令和に変わったことでしょ？正解。すごいね。ジャパンリーズ？ね、だってあれだもんね、日曜日の1時からだっけ、即位の式典があるのね。で3時からパレードだっけか。パレードはなんか1ヶ月後でしょ？パレード1ヶ月後になったんだっけ？そう。動かしたってね。でまっちゃんはその平成から令和を迎える時どこで過ごしましたかって話ですよ。清水ですね。ザ清水で。なるほどね。仕事でだってあれってゴールデンウィークの時でなかったっけ5月でしょ。そう、ゴールデンウィーク真っ最中ですから。ザ仕事ですよ。仕事。私は海の上でしたね。
海の上？はい。海の上ってどういうことですか？これサーフィンでこう、そーってやったら、令和になったみたいな。夜中やったの？バカじゃん。本当に。今日のまた行きましょう。はい。そう。でね、これが、塩地さんがゴールデンウィークに乗ってきたクルーズ船？豪華客船ってやつですね。豪華客船だね。やっぱね、世間こう、インバウンドって言って、まあ、あんまりインバウンドとかうちは分かんないんだけど、まあ、船旅はみんなしたことあるかっていうところにちょっと疑問を抱いて、あります？ないです。ないですよね。これ結構みんなないんですよ。ってことで、船旅してきました。そう、今、ほらね、映ってるんだけど、あれじゃないですか、今、清水港にはね、すごいたくさんのクルーズ船の誘致があって、こう、まあ、日本の中でも屈指のこう豪華客船がつく港なわけですけど、まあ、で、2020年、来年の令和2年は、なんだっけ、ゲンディン香港っていう世界で一番大きいね、クルーズ船も来るようになるっていうことなんで。入るあそこ。入るようにしたんだよね。した？そう、確かね。っていうところだもんでね、結構今、清水は激アツで、だから意外に清水駅からとかも見えたりとかしたりするんですけど、こうやってね、すっごい大きい、もうほんと。でかいよね。ビルですよね。ビルっていうか、なんていうのかな。巨大な駅。なんていうかな、ビルかな。2回言う大事なことは2回言うタイプ？なんていうかな、ビルかな。ゲイツのこと言うてます。Windows の方行っちゃった。拾わなくていいから。俺が突っ込んだから拾わなくていいんだよ、そんなこと。いうことで。で、なんか実は超リーズナブル、大型客船クルーズっていうの書いてあるんですけど。この船、ちなみに、高さが18層。18階建て、まあ18階建てだと思えばいいのね。それは海面からその一番下から一番下から18階で、長さが333メーターかな。333メーター。東京タワー。東京タワーですね。東京タワーを横に寝かした感じ。でも東京タワーはちょっとあんまりピンとこないかな、清水の人。1メーターの人が333人いるぐらいかな。ピンとくる。バカ。それセブンスターの方がいいかな。よりわかんない。でも、こんなサイズです。でも、多分、距離的にはだってあれだよね。静岡駅の、パルシェの駅ビルみたいなのがさ、1個じゃ収まらない。そう、全然。だから2個ぐらいとか。だから、清水で言うならこの辺の高さないんじゃない？この高さが。18階建てみたいな。ないでしょ。まあタワーマンションが動いてるみたいな感じかな。でもそうですよね。18階建てだったらね。本当に見た限りもうマンションですもんね。そう。これね。いいのが。これなんていう風に乗ってきたんですか？これね、MSC。MSC。どうした？見て。MSC。これ、塩さんがお土産買ってきてくれたんですよ、これみんな MSC って何って思うけど、結構メジャーらしいね。なんか世界的にはこうすごい有名らしくて、これイタリアのクルーズ船会社なんですよね。そう。この前あれだったんですよ、静岡県庁行って、ちょっとそのクルーズ船の誘致の話とかちょっと聞いてきた時に、また来年も MSC は日本での就航結構増やすって言ってましたね。なんかもうゴールデンウィークも結構満杯で感じですよね。中がすごい。で、これちなみに、この階段、よくこう見て。ね、これ貧乏人が見ると、グラスがすげえ割れちゃったの。ガラスの、ちゃんと掃除しなさいみたいな。これ全部スワロフスキー。スワロフスキー？ちなみに1段で200万円。なんで？いや、俺もなんでと思うけど。違くて、なんで200万円するの方じゃないでしょ？なんで、スワロフスキーを使った階段を作ったのって思わない？やっぱさ、金持ちってちょっと考え方が違うじゃん。その時計、そんな金いりますみたいな。時間分かればよくないっていうのがあるわけ。そういう感じでね。で、ピアノもあるでしょ？あれもスワロフスキー。でも縁がね。縁全部。スワロフスキーってあっちゃん何？そういう宝石？何？いや、ガラスを細工した。まあ。
スワロフスキーググれって話ですよね。備前焼きみたいなもんかな。備前焼きどういうこと？信楽焼きかな。信楽焼き、それ陶器でしょ。陶器。備前の方だったら陶磁器だから高い。でこれ廊下ね。流すな。これ廊下ね。これ廊下。もう全然どこにいるかわからないから。ほら部屋にさちょっとさ右側になんか飾ってあるのわかる？はい、白い。あれはアコエガみたいなやつでしょ。そう貝みたいなね。あれは大体なんかその部屋の人がこれちょっと情報で自分の部屋はこういうのをつけたら分かりますよっていうことで部屋の前に結構いろいろな飾りをしてるのよお客さんが。何つけたんですか？いや別にそんなものは知らないから。旅を検索する派？一つっていいですか？振ってみんな部屋の前にこういうものいろいろつけたんですよって言うから、俺がじゃあ何つけたのって聞くのはもう当たり前じゃないですか。で俺もつけようと思ったの、でもさ途中からつけたらこいつ便乗したなと思われるじゃん。負けたじゃんね。全然負けていいの？負けてそこは全然いい？だって部屋が分かるんだったらその方がいいじゃん。いや俺記憶力いいから。僕なんか方向音痴だから絶対迷うと思うな。ダメ。そうだからあれ立体駐車場とか大きなショッピングセンターのそこ自分の車にたどり着けない。よくわかる。たどり着けない。だからみんなねあれでだからそういうところでほらなんか5の C とかさ、なんかオレンジのなんとかとか、ゾウさんのなんとかとかあるじゃんね。あれすらもう覚えられないからだいたい何階で降りたかってことだけやめちまえ違う何階で降りたかってことだけ覚えておいてそれであとねこうやって車の鍵ピッ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 って自分の車がピッピッピッってなってるから向こうがなってるのが分かる。文明に助けられたね。助けられたね。活用してんの。活用してんのね。なるほどね。あれ誰も使わねえから俺勝手にしてると。そうでこれ部屋ねざっとで3人で行ったんですか？いやこれね上からボーンって出るように一応4人ぐらいで泊まれるようになってるのこの部屋は。でもあれを上にバンって上げちゃってこっち側の下にそのベッドを引いてもいいし何してもいいんだよ。だからすごいこれはでも一番安い部屋と言えばいいのかな。で俺波際でボートに乗ってるだけで船酔いする男です。だけどこの船に乗ったら全然酔わない。揺れるけど、ビビったるもんかな。で外行くと海が見えるからちょっと酔っ払っちゃうかもしれない。なるほど、ね、そうだ船酔いする人は中の方がいいかなっていう俺の。景色が見えない方がね。でこれはレストランでももうフルコースが出てくる方のレストランも自分の席が指定されててでこの時間に行くといいよみたいな。こういうのってお金かかるんですか？これ全部もう無料。ここの食べ物もあるよね。これも全部無料。これ全部無料ね。もうだから食べまくりたい人にはもう売ってこいじゃないけど。お酒も基本的には無料？お酒は有料だけど1日飲み放題5000円っていうチケットがあってそれをやればもう朝から晩までずっと飲める。だから10日間だから5万円だよね。安いもんだよね。のんべるさ。これはイタリアのクルーズ船会社じゃないですか。やっぱスタッフはほとんどイタリア人？いや東南アジアの人が多いかな。すごい激務だっつってよ働いてる人は。でもね、もう24時間勤務でほとんどの感じがね。でこれが一番広いなんつうのかな劇場って言えばいいのかな。全てのここのエンターテインメントがこういうとこでやってやってます。あれちょうどビンゴだねやってる時はね。エンターテインメントってビンゴなの？いろいろある。よくわからんダンスとかこういう歌とかね。これはもうこれはバー。これ違うバーのとこでもうこういうのが夜はそこら中にとにかくお客さんを暇させないように楽しませるためにいろんなものが組み込まれててどっか行けば何かやってるみたいな。ショーは無料。ショーは全部無料。これは無料なんだ。無料。でこれカジノ
カジノってはバリカジノですか？もう何でも OK。スロットもあるし、ルーレットもあるし、トランプのなんだっけ、名前がブラックジャック？ブラックジャックじゃなくて有名なやつなんだっけ？ポーカー？ポーカーじゃないよ。こうめくりをしてくやつあるじゃん。めくり何？まあまあそれ知らない。あれ名前なんだっけな。あれだ。神経衰弱だ、めくり何めくりやるやつ？ポーカーじゃないの？11のやつでさ。だからブラックジャックでしょ？ブラックジャックって言い方じゃなかったような気がしたけど、違ったっけ？ブラックジャック。まあまあその。ジャックインザポット？なんだっけ？で、こう、トランプをめくって、ぐるって折ってめくってさ、当たりとかさ。まあそういうのがあるよと。すげえ！で、これが、一番上の真ん中のデッキかな。で、これ、真ん中がプールで、プールね、海水。めっちゃしょっぱい。だから多分海からの水をこうやって引っ張ってるね。普通の水だったらやっぱり、だって耐えられないからね。で、あとはまあジャグジー。まあそこら中にこうあって、で、プールのところにもバーがたくさんあって、まあ全然飲んでも、お酒飲みながらジャグジー入ってる人もいるし、全然そんな感じで。これどこかな？神戸ってことか。いや、神戸行ってないね。沖縄かなこれ。沖縄？多分沖縄。これは何日間だったんですか？10日間で、横浜、大阪、台湾、沖縄、鹿児島、横浜かの順で帰ってきたかな。ちょっと待って、清水は？ごめん、清水まだ入ってない。これ出発とか清水からやったわけじゃなくて。じゃない。今回横浜から行ったってことですか？まだ清水からないでしょ、出発が。だってあれって途中下車してもいいし、途中から乗ってもいいんでしょ、クルーズ船って。ダメなんじゃない？だって片道で OK な人もいる。だから違う、それは台湾で降りて台湾でやって飛行機で帰ってくる人もいる。それはそういうツアーっていうか、そういうパッケージっていうか、もうパスポート渡したらもう取られて、あと全部コピーで入管だから。台湾警察来たよ。台湾警察？乗り込んできた。みんなパスポートをチェックするために。それパスポート、警察じゃないでしょ？イミグレーションでしょ？そうだな。やべえ、俺、入国からジョッキーチェン来たかなと思って見た。台湾じゃないでしょ？香港でしょ？なんですっと流すの？俺がちゃんと突っ込んであげてんのに。香港？もういいよ、もういい。俺でもね、サモハンキンポのが好き。わかる。僕もサモハンキンポ大好き。で、ユンピョンも好きだよね。でも僕一番好きなのは、だからリー・リンチャイ。今で言う、だからジェットリーですよね。ジェットリーね。ワンサーポンナタイムインチャイナシリーズが大好きだから。もう大好き、本当に。おい、止まらねえな。止まらない。で、終わった写真。これどこの夕日ですか？これは、どこだったっけな、とにかく夕日を撮った。でもだから結局海の上だからなんかビルとか陸地がないからこういう綺麗な写真。そうで、最後海でこう日が沈んだ瞬間になんか青い光がふわって出るんだよね。知らない？それをなんとかって言うんだけど、それは出なかったんだよ。あんまり天気は良くなかった。その写真を捉えた写真がないならその話をするべきじゃないし。だから皆さんは頑張って見てねってこと。それを見に行けるよってことね。だからせめてそのなんとかなんとかを覚えておいてよ、ちゃんと。なんだっけなそれ。でも楽しそうですね。そう、全然ね。どんな人におすすめかって言ったら、俺みたいにもうズボラ。でもこの前クルーズ船会社の人が言ってたのが、あれでした。結局クルーズ船ってだから横浜から大阪、この移動の時間が夜中なんでしょ？そう、ほとんど夜中。だから横浜で昼過ごして、で夕方乗って、船の上で夜過ごして朝大阪に着いて、で一日大阪楽しんで、で船乗ってそこから行くっていうあれだから、移動時間が結局はないっていう話らしいんですよね。だから結局その現地楽しんで、でクルーズ船の中でさっきのエンターテインメントとか、ああいうの楽しんでお酒飲んで寝て起きると次の寄港地に着いてるっていうのがあるらしいから、なんかそれがすごい。大体さ、家族で行くとお父さんが車運転とかでしょ。大変だもんね、移動が。
で結局道間違えてさ奥さんと喧嘩になってちょっとああみたいなちょっとなんでさあなたのブレーキ遅いとかさもうここのインター降りるんだったみたいなそうそうで子供はさおしっこおしっこおしっこっつってペットボトルにしなさいとかさいや長距離トラックのうんちじゃないんだよそんなことないでしょそう、まあそうならないためにも船旅っていうのはすごいあとねまあこの親孝行してない人は船旅をあげるといいかなと思う。ああなるほど、ね、もう安心もう全然安心海外も行けるし船の中でも日本人スタッフがいるから全然こう英語が喋れなくてもいいしあとちょっと病気持ちっていう人も大阪出た後緊急停車したんだよ停泊して、どっかの港からこう船が来てその緊急の患者さんが出ましたからっつってちゃんと搬送してくれるとかちゃんとやっぱそのいろんな港にそういうパイプを持っててちゃんとそういうところも安全だからもうなるほどねでも親にそういうのをプレゼントするともいいかもしれないですねそういうのねでやっぱあとねこれ結構穴場コスプレする人におすすめかなと思ったのへえそれはなんでこれねそこら中にカメラマンがいるのプロのでドレスコードっていう日があってドレスを着て必ず写真を撮ってくれるのいろんな場面でもう背景とかもいろいろあるんだけどだから船の中では自由に撮れるからまあいいよねでそのプロのカメラマンに撮ってもらって写真とかバーってこう売ってるんだけど、まあ、その値段は結構安く全然高くないんだけど写真が右側かなああいう右側ねああいう風に飾られてもうすごいみんな買ってたねなんかもうおじいちゃんおばあちゃんが撮ったらちょっとこれあれかなっていうでもあれじゃないですかその親にプレゼントするっていうんだったら、なんか何周年記念みたいのでお父さんとお母さん行ってきなよみたいなのでやっぱりこうワープ感があるから、こういう高級な感じとか、日常じゃない感じがあるから、ドレスコードがある日とかなかなかね2人でおめかえして写真撮るなんてことないだろうしないねだからあと子供も初めてさそこでテーブルマナーっていうかこういう着てみたいな結構みんなドレス持ってるんだねでテーブルマナーとかもちゃんとこうフルコース出てくるんでなるほどねそうへえいいなこれは10日間でいくらなんですかこれは10日間で、一番安いやつで16万だけど大人1人16万で子供は無料っていうなんかそういうパッケージがあったんでねでいろいろな家族と行ったんだけど安いでしょだって10日間で16万ってことは1日1万6000円ってことでしょまっちゃんちの家族で行ったら32万一番ちっちゃい子は無料だから32万でいけるプラスあとルームサービス的なベッドシートが交換してくるからあれが1万2000円ぐらいかなんかあれだけど取られるけどまあそんなもんかなだから40万あればまあ10日間でいけるよと安いね、そう16万って聞くうわ高えなって旅行に16万かってあれかもしれないけどだって移動も宿泊3食安いでしょでエンターテインメントもついてるでしょエンターテインメントそれ安いわあと使用料かかんないよねジムもあるしプールもあるしだからまあ本当にちょっと高い鉄板焼きのお店とか行きたかったら有料だけどでもそんなに有料も全然安いしこれこの手元にねこれ見えますこれ何使ったかみたいなこれあるんですよクレジットカードペイメントみたいな何に使いましたみたいなこれ見てここ見てこれね上からねいろいろさーっていろいろあるんだけど見てここエンターテインメント使ってんじゃんこれ他のところは安いんだけどこれが全部100ドルなんだよね100ドルってことはだって今一応いくらぐらい1万2000円ぐらい1万2000円ぐらい1万2000円ぐらいのエンターテインメントを1234567回
しかもね、4月の30日に2回。2回。で、5月の2日に5回みたいな。何があったのこれね。はまず、船に乗ったら、船のこのカードがあるんだけど、それと、クレジットカードをリンクできるんだよ。リンク。でもこのカードさえあればもう何でも買い物 OK。で、カジノも OK。ピッて入れたら、100、200、300なんの。ピッて押せるんで、ボタン。ピッてカジノができるわけだよ。そういうこと。で、俺、カジノで100万勝ちたかった。100万。10万だったら、まあ、パチンコとか、その辺で簡単に勝てると思うんだよ。100万ってなかなか勝てなくないね。で、やってたんだよね。ちびちび、最初。そしたら、隣のね、外国のおばあちゃんも、この飴玉かっていうぐらいのジュエリーをつけたおばちゃんが、バンバン突っ込んでるの。もう、額が違う。もう言えないぐらいの額を。なるほど、100万勝つためにはこうしなきゃいけないなと思って調子づいた。って言って、結局、700ドル払って、いくら戻ってきたの5万勝ちまでいった。5万勝ちまでいったけど、まあ、結局7万負けだけどね。いや、5万勝って7万突っ込んでたら最初12万円負けてんじゃん。そういう考えそういう考えね。だって、そうでしょだって、7万円ベットして5万円戻ってきたら2万円使ったっていうことだけど、7万円かけて5万円買ったんだけど、その5万円も全部吸っちゃったんだったら12万突っ込んだってことだよね。そういう考えね。違う、まだ換金する前は俺の金じゃないから。違うから。でもね、まあこれは負けたんだけど、ビンゴね、最初やった時に、だいたい1万円ぐらいで、なんか、まあ、通位の3枚買えるんだけど、小学生の女の子あったよ。10万円。へえ。あの子多分ラッキーガールだよね。ビンゴって10万円とかそういう規模のあれなんですね。全部最初に当たったら、1000万だったかな。もう。例えば5列揃ったら OK ですよみたいなので、5回回した時点で出たらそれで1000万。だけどそれがなくなってって10万。でも女の子すごい12万。もうすごい恥ずかしそうにやってたね。なかなか小学生で10万ったら結構いい買い物できるよね。いいっていうか相当でしょ。相当ですよ。ねチュッパチャップスいっぱい買えるもんね。チュッパチャップスは買わないでしょ。逆にうまい棒か。もっと安い。そうだからもうこの中に本当にね全て入ってると言っていいかな。やっぱイタリアだけにあってジェラード屋さんもある。まあそこは有料だけど全然安い。やっぱ人と人のつながりでボーイさんと仲良くなれば勝手にアイスが乗ってくるみたいな。だからあとはもう免税店もあるし。だからなんかちょっとおしゃれなの飲んでんじゃないですか。これちなみに令和から平成から令和になった時のウェルカムドリンクです。これカジノのとこのバーかな。もうすごい種類もう本当にいっぱいある。でコーヒーも俺すごいね高いコーヒーが一番うまいと思ったらなんかイングリッシュなんとかってあるでしょ。あれを飲んだらお酒だった。なるほどね。コーヒーじゃなかった。誰来ましたか。来ましたよ。船酔いはとか。船酔いそれさっきしたって感じ。さっきした。だから船酔いする人は真ん中の部屋を選んだ方がいい。バルコニー付きとか海が見えるよとかフロントとか一番ケツとかはやめた方がいいかな。だから部屋には窓がないんですね。そう窓がないところ。それが一番いい。なるほどね。お一人旅って言います。部屋は一人だったんですか。いやいろいろ家族でシェアして。いろんな家族って知らない家族？知り合いの家族誘われてね。で行ってあんのよ。あとねこれまあこの中にはまだ見えない場所があってもうそこはどういうこと？それは見えない場所。見れない場所があってそれは、MSC グループメンバーとあとなんかねそういうどっかで横浜この
港のなんかメンバーズカードみたいなのがあって、そこの人たちが入れる部屋が VIP のところってことね。まあそんなまあファーストクラスみたいな感じかな。そこはもうこういうピッてカードやらないと開かないみたいな。ああ、なるほどね。でそっちの方にもたくさんいろんなものがある。日本語なんかはバリバリ通じるんですよね。全然。まあ外国人には通用しないよ。日本の人がいるからその人捕まえるか。そうカジノのとこにもおじいちゃんいた、日本人の。でその人がいろいろ説明してくれて、初めての人でも教えてくれるやり方とかも全て。でビンゴも子供もできるし、まあカジノは子供がダメらしいんだけど、あとは全然まあボーリング場もあるし、なんかちょっとしたゲームセンターもあるし、まあこの太るね。でしょうね。でもだってこれだけこういうのも食べ放題っていうか無料で食べていいわけでしょ。そうもう行けばまあある。で前言ったけどピザもこうくるくる回してるじゃん。くる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 。ああくるくるね。意外にジョニーもくるくる。ああくる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 。これジョニーできるからね。これねちょっとやってくる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 。そうくるくるできるからね。そうやっぱこうやってこう見せてくれるといいよね。なんか手作りさらに美味しく感じるっていうかね。やっぱりこう外国の方はこれがジェラート屋さんだ。そうこれは有料になってるけど、でも和洋本当に和洋折衷、あとアジア系も料理もあったし、エスニックか。だからもう本当に何でも果物も切ったものもあるし、丸ごともあるし、パンもあるし、もうなんか食べ物っていうもう何がないっていう感じで。だから美味しいコーヒー飲みたいと思ったらお金払うし、ちょっと薄いコーヒーでいってたら別にドリンクバーみたいな感じでコーヒーとかもあるし。このドリンクの奥にあるカラフルな食い物なんですかこれ。これ思うじゃん。あれオブジェ。オブジェ。オブジェ。オブジェだから。あれでこれスムージーね。スムージー。これプロテインバーかな多分。ジムの横にあるバー。ちなみに俺ジム行ったから。プロテインバーもあるんだ。船の中で自転車をこぐってなんか滑稽だなと思って。俺船で進んでるけどこれいるみたいな。やっぱジムも良かったですか設備。全然もう本当に普通のジムと一緒。すべてある。本当だ。これだ。これもうすべてね。これ一部だね。でなんかいろいろとあってスパもあるし、本当にマッサージしてもらいたい。まあそれは有料になっちゃうけど、マッサージする人はマッサージするし。でね、そうこの子供を預けるっていうところもあるのよね。これかな。なるほどね。でね、これご飯も一緒に食べさせてくれるのよ。だから海外の子供と一緒にご飯を食べるっていう体験もこうできるんだよね。だからこれなるほどいいなと。いいですね、そういうのね。でウォータースライダーもあるし、でフットサルコートもあるし、バスケットコートとかそういうの兼用かなあるし、とにかくもう何でもあるね。なるほどね。ないものはちょっと若い人がいないからそうまず船旅で持ってった方がいいってやつはまず一つは乾燥がすごいから加湿器、簡単に今コップになんかこう刺してあるじゃんね。加湿器がやっぱあった方がいいかなと思う。ずっと空調が回ってるからなんだよね。やっぱカラッカラになる。加湿器とあとねやっぱお菓子がなかった。普通のタケノコの里とか。そういうこと。ポテトチップスとかそういうなんつうのジャンク的なお菓子は売ってないから、そういうのはものすごい例えば漁港じゃねえや、その港で売ってたらいいかなと。なるほどね。前鹿児島とかいろいろ売ってたけど買えないねみんな。なんかちょっとね売ってるものがずれてると言えばいいのかな。清水でもそうなんだけど、ずれてる。なるほど。本当に今見てもらった通りにもう何でもあるよ食べ物だったら。だから別にそこで買わなくてもいいやみたいな。だからご当地っていうものがないと多分食べるものも食べないかな。
もうここでしか食べれませんよとか。そうだから鹿児島で行ってイブスキっていうのがあるんだけど、なんかポケモンのイブなんとかイーブイとコラボしてマンホールでいろんなところにこう置いてあるんだよね。だそういうのを例えば清水だったらちびまる子ちゃんを全部キャラクターを清水中にこう埋め込んでいくとか、なんかそういうことをやっていかないとダメだね。沖縄ですね。そう沖縄で行ってお姉さんに聞いたんだけど、外国人に一番売れるものなんだと思う？外国人に沖縄で外国人に一番売れるもの。でもそういう言い方ってことは、それ沖縄で買わなくてもいいじゃんみたいなもんってことでしょ？そう。北海道のホタテの柱あるじゃん。貝柱ね。あれだって。でなんでそれ沖縄で買うのさ、やっぱネットでもうその写真を見てそれを持ってきてこれありますかって聞いて買うんだって。だからいかにネットで戦略をしとかないと清水で来たとしてもなんか買うという方向には走らない。なるほどね。特にそこのものじゃなくて見てる。そう。日本のものとか。まあでもだから正味な話だから、日本人からしたらだってローマもナポリもフィレンツェもじゃあイタリアはイタリアだからイタリアのもんだったらいいということなわけでしょ。外国人からすればね。そうだから本当にそのご当地のものをどう作るかがこれから例えば清水で本当船を呼ぶんであればで半分はツアーとかもう決まってんのよ。だから降りた時にバスに乗ってどっか行くんだけど半分はノープランで来るから。なんかそういうお客さんも多いって言いますね、今ね。だから鹿児島に降ろされた時ちょっとどうしようかなと思っちゃった。ノープランだから。じゃあまあ桜島見ればいいかなと思うじゃんね。船着くじゃんね。桜島あるじゃんね。もう終わるじゃん。結局何したの？結局なんかね駅の方行ってお土産買ったご当地のラーメンを食べた。そんぐらい。だからそんな程度だからなるほどなと思って、これやっぱ清水来た時に外国のお客さんも日本人のお客さんもそうだけどこれちょっと困るなと思う。やっぱ何かをこう最初にネットで調べといてくるからそこに戦略をもうちょっと置いてやらないと。そうだね。あとはそこで買うよりも国に帰ってネットで買うということをやった方がいいかなと思う。だから受け皿をちゃんと作ってくるんだよね。そこでアクセスはして例えばそこで試食はするんだけど、これでもこの後1ヶ月も持って帰るのあれだから、カードとか渡して、お前の国に帰ったらこれ注文してくれれば俺のところが届けるぜっていうこのきちんとした仕組みを作っておけばなるってことだよね。そう、例えばお茶でもなんかティーバッグ一つ渡して船の中でもこうお湯あるから、それ飲んで美味しいなと思ってそこになんかまあね QR コードじゃないけどなんかあって国に帰った時にやっぱあれお茶美味しかったよねって言ったら、やっぱ買う人は買うじゃないね。そしたら今度友達に飲ましたらこれ美味しいよねって言って、そうやって輪を広げていくネットの力で。なるほどね。そこへ持ってかないと、はい来ましたなんか買ってください。それは誰も買ってくれないよねってなっちゃう。なるほど。いや今日なんか最後いい話するね。いいねいいね。いやでもこれはね清水でも課題だと思うんですよ。やっぱりね。そういうふうにこうなんかクルーズ船のお客さんたちがこうなんていうの清水に泊まる船だから乗ろうっていう人気になれば、ひいてはだから清水港がその支持されてる証拠じゃんね。だからやっぱりね、もちろんだからじゃあ横浜着いて大阪着いてかもしれないけど、まあこの辺りのクルーズ船とかもだから横浜清水から大阪とか着いて、だから鹿児島とかあっちの方も結構着くらしいんですけど、だからその特色が出たりとかね、だから仕掛けがないとあれですよね。まあ本当に行政の方々が真剣に考えなら、あそこにやっぱ港の飛行機だとエアポートって言ったけど、港と何港ポート何
あそこで乗り降りできるってこと？いやもう建物をちゃんと作ってさ、ああいう風にお店をさ構えたりとかしてちゃんとしたこうところにすればいいのになと思って。あ、でもそれもあるんだけど、例えば僕なんかはその商店街で、お店やったりするじゃないですか。で結局港に降りて港でワンストップで何かが終わっちゃうよりは、例えばその清水の中でもすごい面白いこう観光スポット見るだけでもね、楽しいところもあるし、その歩くだけでも楽しいところもあるんだけど、そこにやっぱりこうお金が落ちるようなね、いろんなところをこう巡ってもらえるような仕掛けとかがないと、その一個でかいこうね、なんかショップみたいなとこ行ってわー買いました戻りましたってなったら、これ正味の話、こういうビジネスモデルってこういろんな世界中でできると思うんですよね。でも沖縄ってああいうふうに商店街あるすると、なんか沖縄らしさとかの中でどこで買うかはね、それはその人たちの自由なんだけど、なんかそういうことがないとこうやっぱりこうちょっと寂しい。あとさ、現金を持ってないから。ああ、そうね。日本円を持ってないとか多いから。台湾行った時すごい行列できたもんね、お金交換するのに。まあ日本人は結構まだまだ現金主義なところあるからあれですけど、まあでもクレジットカード使えば全然ね楽ですから、まああれかなって。まあ年齢層も結構上だからっていうのもあるのかもしれないですけど、でも外国人はほとんどねクレジットですからね。まあそのところを行政の人もね頑張って楽しくやってくれればね。そうですね。やっぱり人を喜ばせるっていうかね、楽しんでもらうためのこう施策だから。そうだね。まあ7万使った甲斐があったでしょ。それは下心があったわけで100万取って元取ろうと思ったわけでしょ。欲しかったね。絵が欲しかった。ダメだな。そういうとこ詰め甘いな。運がね。いうことですな。そう。まあ詳しくはYouTuber のヒカルさんの動画の中でこの船の中を紹介してるやつがあったんで、まあそれ見てもらえれば本当に全部ちゃんと説明してくれてるし、あとカジノでも100万使って1000万ぐらい使って1000万ぐらい買ってくる。あっちゃんが他の YouTube のチャンネル持ってかないでって言ってる。コラボでしょ？コラボでしょこれ。あ、コラボね。そうそうそう。巻きですっていう地図出ましたね。話しすぎだって。あとじゃあ日曜日の告知。日曜日の告知。はい。ちょっとね、資料持ってこなかったんであれだったんですけど、今週の日曜日、20日、あさってですね、アーケードの中で、銀ブラマルシェありますんで、ぜひ遊び来てください。今回の飲食ブースは芋料理なんですよ。芋料理っていうか、まあ、芋を使った料理っていうことなんで、あれですけど。モンブランとかね。モンブラン。栗だな、それ。あれ、さつまいもで作っちゃうの、すごい昭和のケーキ屋さん。あ、なるほどね。黄色いやつね。今見ないよね、あれね。田舎の子、よく言うよね。そう、真っ黄色、口なしと一緒に煮たさつまいもでね、やるやつね。それもう時代じゃないから。今もう今、令和か。茶色。あ、そうか。茶色のおしゃれなやつ。昭和で置いてきたね。昭和で置いてきた。昭和で置いてきたか。そっか。そう。ねえ。で、今回は僕ら飲食ブースの人たちとか、他の商店街とかにも声かけて、僕らもハロウィンのコスプレしてるんで、ぜひね、ハロウィンのコスプレって、だってハロウィンの日しか着ないでしょ、1年に。まあそうだね。だからプラスアルファ銀ブラで着ようよっていう、こういうところなもんで。来週も着よう。来週木曜？来週も着ようよ。あ、そう、来週も着よう。じゃあ、コスプレで来て、まっちゃんとこ来たらなんか、じゃああれサービスしてくれる。いやー、どうしようかな。ちょっと、飴ぐらい用意しとく、飴ぐらい。トリックアトリートね。じゃあ用意しておきましょう。ちゃんと言わなきゃダメでしょ？トリックアトリートね。そう。言いに来て。用意しとくから。限定何個？まあ1万個かな。もう、ほんと用意させるからね。前のあれみたいに。やめて、大量に残るから。いや、でも、そうやってね、ちょっと、用意しときますから、ぜひ遊び来てもらって、ね、そうだね、子供さんとか大人でもね、ハロウィンの格好とか、年に1回しかないけど、年に2回、銀ブラとハロウィンの
に着れるっていうのがね、いいかなと思いますから、ぜひ遊びに来て。でね、終了の15時、3時にはね、そういう人たちと一緒にコスプレイヤーさんとみんなで写真撮ろうっていう今企画してるんですよ。いいね。なんで、なんか銀ブラ大撮影大会あるんで、ぜひね、そういうのに参加してもらえたらなと思いますんで、ぜひ日曜日、ちょっとね、天気雨って言ってますけど、アーケードありますから、大丈夫だね。大丈夫です。この間の台風でも大丈夫だったから。なんで、ぜひ遊びに来ていただければと思います。はい。ヨガの告知でいいの？ヨガでいい。ヨガは11月の3日にありますんで、まだそのアーケードにも告知したから。あ、本当ですか？わかりました。はい。こうやってね、こうやってシャーシャーシャー。ちょっとわからない。なんか、ちょっとわからないけど。頑張って。そう。いうことなんでね。ぜひ、チャンネル登録、こちらでしてください。皆さんよろしくお願いしますね。いいねボタンもね、いいねボタンもね。いいねボタンじゃない、チャンネル登録ですね。いいねボタンじゃん、いいねボタン。本当に話をややこしくするでしょ。本当にね、ややこしくするの。ね。そう、みんな知ってるから大丈夫。大丈夫？はい。ですからね。いいね1つね。1個しかないですから。まあ、そういうことでね、まあ、今週のキャッチライブ静岡、こんなクルーズ船の話でね、終わりましたけれども、この話の続きは、あさっての銀ブラマルシェ。そうだね。シュウさんいますから、任せてください。ローソンブース来て、トリックアトリート言って、お菓子もらって、クルーズ船の話を聞くとまた、でいいんじゃないかなと思いますんで。みんなで行きましょう。はい。ぜひ遊びに来てください。それではまた来週金曜日の6時にお会いしましょう。さようなら。